気候の森へようこそ。今回は仙人になるための秘術を探しに森へと入っていきます。これが仙人になるための秘術だ。この物語は遥か昔に太陽新人という人物が鶴に乗って天下を漫遊中に庶民たちを救うために七歩ちぎりと呼ばれる秘術を伝えた出来事から始まります。この秘術はこれら7つの部分から成り立っています。長い間この秘術は口伝えで伝えられていましたが、宋の時代になると宋玄徳という人物がこれを修行し大成功を収めました。この成功をたたえ、秘術は文字にまとめられました。ただしこの秘術は悪用すれば罰が当たる危険も伴うため、慎重に修行しなければなりません。次に物語は半漢上雲術と呼ばれる雲に乗って仙境へ行く秘術に焦点を当てます。この秘術を修行するには具体的な手順が必要です。それは夏の立春の日にトウモロコシ畑に行き、特定の手順でトウモロコシを切り、これを家に持ち帰り、夜中に特定の儀式を行うことです。儀式の中で北斗星の形になるようにトウモロコシを配置し、呪文を唱えます。この呪文により北斗の力を引き寄せ、雲に乗る力を得るとされています。そして符を書いたり特定の手順を踏むことで、最終的に雲の上を歩くことができるようになると伝えられています。ただしこの秘術は女性、特に妊婦には見られてはいけないとされており、慎重に行わなければなりません。このような秘術は古代から伝えられ、特別な修行が必要ですが、その努力に報われ仙境へ至る可能性が示唆されています。以下が半漢上雲術の手順と内容です。この秘術、半漢上雲術は仙境へ至るための奥義であり、心を込めて修行しなければ成功しないものです。日の選定。24節句の中で夏の立春の日を選びます。この日は太陽の力が最も強く、秘術の儀式に適しています。トウモロコシの収穫。正午に家を出て北のトウモロコシ畑に向かいます。畑に着いたらトウモロコシを49株切り取ります。トウモロコシの準備。1株をさらに23センチずつのものを7本ずつ7束に分けます。これらを家に持ち帰り、庭の日陰に根っこ側が東向きになるようにこっそり隠しておきます。夜の儀式の開始。夜中の11時から1時の間に家に戻ってから儀式を始めます。トウモロコシの配置。7本を1組にして北斗星の形になるように根っこ側を下に土に刺します。そして7組が北斗七星の形になるように並べておきます。寸法は一本一本の距離が23センチ、組と組の間隔が160センチ、北斗の柄が北向きになるように工夫します。呪文の唱え。1本ずつそれを押すたびに次の呪文を心の中で3回ずつ唱えます。呪文は以下の通りです。千円北斗炭酸泉位北。その後北斗の真ん中に立ち、同じ呪文を49回唱えます。符の作成。呪文の後、四角いテーブルの上に朱砂や黄色い紙、筆、
すずりなどを用意し、北に向かって剣空符を書きます。この符には北斗の木を吹いてから最初に刺したトウモロコシの真ん中に貼ります。符の配置。符を貼ったトウモロコシを抜き取り、トウモロコシが倒れないように最後に刺したものの上につなげて配置します。雲に乗るイメージ。飛雲符を2つ書き、それぞれに北斗の木を吹いてから足の裏に1枚ずつ貼ります。最後に足の裏が雲に支えられているイメージをしながらトウモロコシの上に乗ります。以上の手順を毎日1本ずつトウモロコシを増やしながら練習し、49日後には雲の上を歩けるようになるとされています。ただしこの秘術は女性、特に妊婦に見られると効果が失われてしまうと言われていますので、練習の際は注意が必要です。この秘術の成功には適切なタイミングと正確な手順が欠かせません。北斗星を模倣し、トウモロコシを配置することで、その配置によるエネルギーを引き寄せ、雲に乗る力を得るという原理です。一つ一つのステップを丹念に実行し、毎日の練習を欠かさずに行うことが秘術の成功へとつながる鍵です。それに加え、この秘術を誤った目的で使用したり、他人に害を与えることを禁忌とされています。そうした行為は逆に罰を招くことになるため、真摯な心と誠実な修行が求められます。半漢上雲術の背景には、仙人の英知と自然の法則への敬意が込められており、その目的は工事の境地へ至るための道しるべとなることです。仙人の修行とつながりを持ち、心身を鍛えることを通じて、個人の成長と自己超越を追求する道であるとされています。この手順を実践するかどうかは、個人の信念や興味にかかっていますが、英知に彩られた秘術として、歴史の一部の知識として残っています。以上が半漢上雲術の手順と内容です。この秘術は古代から伝承される秘術の一つであり、修行者に深い洞察力と内なる力をもたらすとされています。最後に、自分の潜在能力を開発し、新たな可能性に向かって進むことで、私たちはより幸せで充実した人生を築くことができるでしょう。皆様の旅が輝かしく、健康で奇跡に満ちたものであることを願っています。